皆様こんにちは、セリナです。今回は2月10日店頭発売、3月1日よりオンライン発売をするシャネルの春コレクションと新作のベースメイクを使ってシャネル縛りでメイクをしていきたいと思います。ベースメイクも春コレクションもそれぞれメインチャンネルでレビュー動画をアップしておりますが、新作のパウダーファンデーションはクッションファンデーションの上にフェイスパウダーとして使った時にどんな感じの仕上がりになるのかや、話題の春コレクションはメインチャンネルでご紹介した方法とはまた別のメイクパターンをご紹介していきますので、ご購入を検討されている方に少しでもイメージがお伝えできれば嬉しいです。それでは早速始めていきます。それではベースメイクから仕上げていきたいと思います。まずは下地です。こちらブランドゥシャネルを使用していきます。こんな感じのカラーがついていないタイプで、とても緩くて保湿力抜群の下地です。メインチャンネルのパウダーファンデーション検証の時もこちらの下地を使用しましたが、保湿力が高くてクリーミーなタイプなのに毛穴をきれいにカバーしてくれるので、ファンデーションのカバー力を高めたい時やパウダーファンデーションとの相性も抜群です。こんな感じでカラー補正効果などはありませんが、綺麗なツヤが出てくれます。ファンデーションと混ぜてツヤ出しや明るさの調整としても使える下地です。続いてファンデーションです。今回は新作のルブランパウダーファンデーションをブラシを使ってフェイスパウダー代わりに使ってみたいと思うので、ベースのファンデーションとしてこちらのルブランクッションを使用していきます。カラーは標準色の20番です。ルブランのシリーズはとにかくツヤが綺麗ですよね。こちらのクッションファンデーションも発光感を感じるようなツヤとカバー力も意外と高めなので、こんな感じでしっかりとカバーしつつ綺麗な透明感のあるツヤ肌に仕上げてくれます。はい、まずはこちら側半分にルブランクッションを塗ってみました。しっかりとカバーもしていて、肌につるんとしたツヤを出してくれてとても綺麗ですよね。近くで見てもこんな感じで肌を滑らかにカバーしてくれています。カラーもとてもナチュラルですが、このツヤの効果が透明感をアップして見せてくれています。ではこの上からツヤを消さないようにフェイスパウダー代わりとしてこちら新作のルブランブライトニングコンパクトを使用していきます。カラーは標準色と同じ明るさでイエロー寄りの色出しの BD21 番です。こちらの新作パウダーファンデーションはとにかくツヤがものすごく綺麗だったので、フェイスパウダー代わりに使うとどんな感じなのか見ていきたいと思います。メインチャンネルでこちらのパウダーをご紹介した時は付属のパフ塗りでご紹介したのですが、ブラシで磨くようにつけるとよりツヤが出てすごく綺麗ですよね。はい、こちら側半分にルブランパウダーファンデーションブラシで磨くようにのせてみました。ルブランクッションのみの状態と比較してもちゃんとルブランクッションのツヤも保ちつつ、パウダーで肌表面を磨いて毛穴が綺麗にぼかされるからか、パウダーファンデーションありの方がより滑らかでつるんとした肌に仕上がっていますよね。近くで見てもこんな感じで、クッションファンデーションの上にパウダーファンデーションを重ねていますが、パウダーがものすごく微粒子なので、ファンデーション同士を重ねても全然厚ぼったさもなく、クッションファンデーションのみの状態と比較すると、より綺麗に毛穴がカバーされているのがわかると思います。ルブランパウダーファンデーションは仕上がりやツヤ感はものすごく綺麗でしたが、カバー力はかなりナチュラルだったので、もう少しカバー力が欲しいという方は、こんな感じでリキッドファンデーションやクッションファンデーションの上にフェイスパウダー代わりとして使うのもおすすめです。ツヤだけではなくて毛穴が綺麗にフォーカスされるので、この使い方かなりおすすめです。はい、顔全体にパウダーファンデーション塗ってみました。まだハイライトなどは入れていませんが、ハイライトを入れた後のようなツヤがすごく綺麗ですよね。ここまでツヤツヤに仕上がるアイテムはなかなか珍しいので、カバー力はナチュラルですが、パウダーファンデーションなのである程度のカバーもしてくれる分、フェイスパウダーで仕上げるよりも綺麗かもしれません。ナチュラルな仕上がりにしたい時や、ささっと簡単にベースメイクを済ませたいという時は、もちろんパウダーファンデーションのみでも綺麗ですが、
しっかりとカバーしたい場合は他のファンデーションと組み合わせて使ったり、持ち運んでお直しにも使えるので、いろいろな使い方ができるアイテムだなと思います。続いてベースメイクの仕上げとして気になる部分にこちらも新作のルグランコンシーラーを塗っていきます。ファンデーションを2種類重ねているのでかなりカバー力は増していますが、まず目の下などのツヤを出したい部分に塗っていきます。ルグランコンシーラーも先ほどのパウダーファンデーションと同時にリニューアルをしたアイテムですが、こちらのコンシーラーはパウダーを塗った後に使った方が綺麗に毛穴落ちも気にならずに仕上げることができました。こんな感じで先ほどのパウダーファンデーションと同様ツヤがすごく綺麗です。赤みやニキビ跡などのカバーにも使っていきます。はい、気になる部分コンシーラーでカバーしました。こんな感じでパウダーファンデーションの上から重ねても全然汚くならないので、パウダーを塗った状態のお直し用として持ち運ぶのにも最適なコンシーラーだと思います。そしてさらにコンシーラーを塗った部分に軽くパウダーファンデーションを塗ってベタつきを押さえておきます。はい、こんな感じでベースメイクが完成しました。現在下地を塗ってクッションファンデーション、パウダーファンデーション、そしてコンシーラーとかなりしっかりと重ねていますが、全然厚塗り感がないですよね。近くで見てもファンデーションの厚さは感じずに、つるんとしたツヤを保ちつつ毛穴をきれいにカバーしてくれています。私は肌の色ムラなどをしっかりとカバーしたいので、厚塗りには見せたくないけどしっかりカバーしつつツヤも保ってくれるこの使い方がすごく気に入っています。カバー力をお求めの方にはツヤが綺麗なのに本当に毛穴は綺麗にぼかしてくれるので、この使い方はとてもおすすめです。仕上がりとても綺麗だと思います。ではここからはポイントメイクをご紹介していきます。まずはアイシャドウです。レケトロオンブルの限定色68番デリスを使っていきます。前回は深みのあるカラーをメインにしたので、今回はより柔らかくて春らしい印象のメイクに仕上げていきたいと思います。まず右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらのピンクはこの4色の中でも一番発色がナチュラルでとても柔らかいカラーです。一気に可愛らしさと春らしさがアップしますよね。こんな感じでしっかりと指で塗っていけば意外とカラーも乗ってくれます。続いて左上のカラーを指に取って上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置までパープルでグラデーションを作っていきます。この柔らかい透明感のあるカラーを重ねることでさらに透明感を出していきます。本当に春らしい組み合わせの2色ですよね。続いて左下のカラーをブラシに取って下まぶた全体にブラシで薄く発色させていきます。最後に右下のカラーを付属のチップに取って下まぶたのまつげの際と上まぶたもまつげの際全体にラメをのせていきます。チップで撫でるようにのせていくとよりカラーが視野に発色してこのラメのきらめきだけが乗るのでとても繊細なカラーに見えて可愛いです。できるだけ細いラインになるように塗っていきます。はい、こんな感じでレキャトロオンブルの68番限定色を使ったメイクが完成しました。前回メインチャンネルでご紹介した時はこんな感じのイメージに仕上がったので、同じパレットを使用していてもまた印象が違うと思います。今回はピンクと柔らかいパープルの淡い色合いで春らしい柔らかさを出しつつ、上下のまぶたに細くイエローカラーを入れることでふとした時にイエローのラメ感と柔らかさを感じるようなアイメイクに仕上げてみました。パステルカラーのパレットなのでこういった柔らかい色合いの使い方も可愛いですよね。
続いてチークとハイライト仕上げていきます。チークはこちら限定のファンテジーズシャネルをチークブラシを使って小鼻の中心からこめかみに向かってチークゾーンに塗っていきます。付属のブラシを使って広範囲に仕上げてもすごく綺麗でしたが、今回はチークとしてしっかりと発色させていきます。アイシャドウのニュアンスとこの明るいピンクのチークのカラーの相性もいいですよね。そしてハイライトはこちら、フォーメサンシェルの新色リラを使っていきます。リラはこのスティックの濡れツヤ感にプラスして、パールの発光感も感じられるところがいいですよね。目元も柔らかく仕上げて、チークもしっかりと発色させたので、ハイライトは透明感を感じるリラを使って全体の雰囲気をまとめていきます。そして最後、リップを仕上げていきます。今回使用していくのは、こちら、ルージュココボームの新色928番と、ボームエサンシェルの限定色ドラジェです。こちらは色付きリップクリームのような感覚で使えて、かなりナチュラルな発色なので、一旦ベースとして全体に塗った後、ボームエサンシェルを指に取って上から全体に重ねていきます。この限定色のドラジェのカラーはリップ使いすると程よい血色感とこのツヤ感が出てとても可愛くておすすめです。重ねることでより血色感がアップします。はい、ではこんな感じで2月10日から店頭発売中、3月1日よりオンライン発売をするシャネルの春コレクションとルブランの新作ベースメイクを使ったフルメイクが完成しました。まずベースメイクはしっかりとカバーしつつもツヤを感じる透明感のある肌に仕上げておいて、春らしい柔らかいポイントメイクのカラーが入るように仕上げておきました。新作のパウダーファンデーションはとにかくパウダーファンデーションとは思えないほどの滑らかなツヤがとても綺麗なので、今回のようにブラシでくるくる磨いて使うとよりこのツヤ感がアップするのと、毛穴も綺麗にカバーしてくれるのでフェイスパウダー代わりに使うのもおすすめでした。そしてポイントメイクはメインチャンネルでご紹介したパターンとはまた別の柔らかい透明感と春らしい可愛らしさと柔らかさが残るようなイメージで仕上げてみました。アイシャドウのふんわり感を生かすようなグラデーションと肌の透明感を強調するようなパープルのハイライトや全体を柔らかくまとめてくれるリップやチークの色合いなどとてもバランスの取れたコレクションですよね。ベースメイクもポイントメイクもツヤツヤに仕上がるアイテムがたくさんあるので、ツヤ好きの方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。